うまい。こちらね、ネスプレッソ最近購入したんですけど、本当にカプセルを入れてワンタッチでこんな美味しいコーヒーが飲めるという優れものになってるので、ぜひ皆さん、コーヒーを生産的に飲みたいという方はね、こちら、超おすすめです。僕はね、今ちょっとラテアートを頑張って挑戦したんですけど、全然うまくいかなくて、こんな感じでラテを飲んでいます。はい。じゃあ持ってきます。よいしょ。はい、皆さんこんにちは、大川祐介です。今回はね、コーヒーの PR ではなくてですね、リモートワークをしている方だったりとか、スタジオで撮影されている YouTuber の方だったり、たくさんね、動画撮影をしたいという方多いと思うので、今回はね、動画クリエイターの僕が YouTube を撮影するときに、いつも使っているこのスタジオですね。のどういったセットアップで撮影しているのかだったりとか、このスタジオの仕様を本当に一つ一つね、細かく解説していこうと思うので、ぜひ最後まで見ていただけたらと思います。それでは行きましょう。まずですね、このスタジオの背景から少しお話ししようと思うんですけど、僕ね、お台場にオフィスがありまして、本来はそこでね、撮影する目的で借りましたと。けど、やっぱりオフィスなんで、会社のメンバーがね、仕事していたりとか、収録する環境がやっぱ整っていなかったっていう観点で、お台場のオフィスから近い、アパートですね。アパートの一室を借りて、こんな感じでスタジオの機材をセッティングしております。なので僕の YouTube のチュートリアルとか、そういった表現は全部、このスタジオから生まれていますね。基本的にはね、カーテン閉めて、自然光が入らない形で照明焚いて収録しているっていう感じですね。最初にこちら、機材並べからちょっとじゃあ一つずつ解説していこうと思います。はい。こちらがね、僕の機材置き場なんですけど、なんでこういった棚を用意したかっていうと、チュートリアルとか収録している後ろ側に機材がずらーって並んでるような構図、すごい憧れがあって、なのでこういった感じで、ホームセンターですごい安いですよ。この棚でもだって、5000円、6000円ぐらいで購入して、そこに機材をずらーって並べてる感じですね。で、このアパーチャーの照明ね、本当に、色をね、みたいな感じで変えることができたりとか、すごい便利です。なのでこれね、購入するといいかもしれないです。で、ちゃんと動画撮影用なんで、フリッカーも出ないし、すごいね、便利アイテムになってます。で、僕は最近ね、青の雰囲気を作るのが好きなんで、こんな感じでやってますね。で、あとここにね、ホームポット。Hey Siri。音楽かけて。こんな感じで、ホームポットでいつも音楽を流しながら、収録機材の準備したりとかっていう感じですね。はい。Hey Siri。音楽止めて。はい。でね、次にこちら Do What You Love っていうネオンサインがありまして、これね、最近気づいたんですけど、YouTuber のはるきですね。はるきと同じ Do What You Love でしたね。はい。もしかしたら性格が近いのかもしれないですけど、好きなことをしようっていうことですね。はい。こんな感じで、オーディオだったりとか、手話のマイク2台あります。なので、友人が来た時にポッドキャストするようだったりとか、じゃん。スイッチポット、Vlog 用の機材とか、並べてる順番ってのは正直あんまり気にしていなくてですね、だいたい下にスタビライザーとか三脚置いていて、こっちにオーディオとか、レンズ。今 35mm しか持ってないんですけど、35mm シグマっていう感じになってます。で、こっちの棚が、Osmo Action とか、GoPro Max。で、iPhone のこういった
ケースとかね、こういうポラープロとかサンドマークとか。で、ここにコンデジの、ソニーの RX100 のマーク3から7まで全部ありますね。こういった感じで持ってる機材を並べています。ND フィルター。はい。こちらね、僕のお気に入りゾーンでして、Mavic 2 Pro、Mavic Air、Mavic Mini という、僕のね、大好きな DJI さんのドローンが3つ並んでるという状況になってます。で、本当はね、コンパクトに畳めばいいんですけど、やっぱり機材並びということなんで、圧迫感を出すためにね、威圧感を出すためにこうやって広げております。で、僕の中でドローンの使い方は、Mavic 2 Pro は、とりあえず綺麗でシネマティックな映像を撮るために。で、Mavic Air は、コンパクトで高画質に撮れるんで、攻めるとき。Mavic Mini は、気軽に遊ぶとき。みたいな感じで使い分けております。次にこちらね。じゃん。照明です。スタンドライトって呼ばれるやつですね。で、これがね、あるかないとでは、やっぱり背景にこのオレンジ色があったり、青色があると、すごいスタジオとして世界観が出来上がるので、こういったスタンドライトっていうのはすごく大事にしております。たまにこういったカメラの方に逆光チックに向ける時もあれば、僕に当てる時もあればね、こう後ろ側から当てるように。で、この機材の方に向ける時もあるっていう感じですね。で、次こちら、植木ですね。こういった緑はね、正直僕がすごい好きなんで、一つね、大きくて美しい南国にあるようなこの植木をね、選ばせていただきました。たまにこうやって緑が、こうやってちらっと僕のね、チュートリアルのこの後ろ側にあると、作り切ったこのスタジオなんだけれども、少し自然感があるみたいな演出にしております。はい。次にこちらはね、本棚です。で、これもね、買ったばっかで、まだやっぱり本がね、全然読み足りないって感じなんですけど、こっから常にインプットして、例えばね、こんな感じ、Netflix についての本を読んで、これでインプットした内容を、ポッドキャストで皆さんにお伝えしたりとか、トランスサウンドで毎日書いてる記事に、アウトプットしたりっていう感じですね。最近読んだ本で言うと、このスティーブ・ジョブズとか、やっぱり素晴らしいですよね。はい。こういう本棚ね、どんどんインプットしていこうと思っております。はい。次にこちらの棚ですね。以前 DJI さんからもらった、こういったカレンダーの、可愛いやつですね。カレンダーだったりとか、あとはペンとノートもらいました。で、これがね、僕の名刺です。見えるかな？ピッピッピッ。はい、名刺。いい感じでしょ。裏はこんな感じ。トランスインク。見づらいかな。はい、こちら。はい。取締役大川祐介。個人情報。はい。こちらがね、作業テーブルですね。先ほどの収録している、テーブルとは違って、ここでは、読書したりとか、あとは日々のインプットとかトランスサラに記事書いたりとか、やっぱりこの、美しい青空は見えないけれども、結構ね、太陽光が当たるので、このテーブルはお気に入りです。はい、次にね、こちらが僕が普段使っているマイクです。スタジオマイクとサムネイル写真用の 5D Mark IV となっております。で、こちらね、シュアーさんの SM7B とスタンドがブルーさんのね、ものを使ってるんですけど、このセットアップは全てもうピーター・マッキンノンさんと同じとなっております。で、このね、カメラがブラックマジックなので、サムネイルが撮れないということなんで、そのカメラの横に普段、このキヤノンを置いてサムネイルを撮って収録しております。はい、こちら忘れてはいけないのはアパチャーさんの照明ですね。もうこれが超重要です。このアパチャーの 120D2 というものを使っていまして、で今このね蓋というかこの黒いものをつけないともう少し分散して照明がいくんですけど、黒いものをつけていることによって本当に僕の顔だけピンポイントに当たるっていう感じにしております。でこれがあるとね、本当に黒背景とかのスタジオでめっちゃかっこよくなるんで超おすすめです。アパチャーさんぜひチェックしてみてください。で明るさね、こんな感じでみたいな感じで調整もできますね。すみません、このリモコンです。はい、次にね忘れちゃいけないのはこの黒背景ですね。これはね、銀一スタジオショップで多分3万から4万ぐらいで購入しました。2つのこのスタンドと
黒い紙のセットですね。で、これ正直ね、そんなに高級な紙ではないんですけど、照明の当て方によってはね、すごいフラットで、マットブラックなね、いい感じの表現になるので、ぜひ、こういうセットをね、作ってみたいという方は、銀一スタジオショップをチェックしていただきたいと思います。やっぱりしっくりきますね。この感じ。スタジオマイクつなげて照明当てていつもの感じで収録しているんですけれども、皆さん僕の YouTube スタジオツアーいかがでしたでしょうか？結構前からね、質問とかで、どういった感じで撮影してるのとか、どういったスタジオで撮ってるの、機材使ってるのっていう声が多かったので、今回ね、細かく解説できてとても嬉しいです。なので、もう少しね、これ聞きたいという方はコメントいただければ返信させていただくので、ぜひ、グッドボタンとかね、コメント忘れないようによろしくお願いいたします。で、引き続きね、このスタジオから皆さんにいろんな動画をね、お届けできるように頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、手洗いうがいしっかりしてください。さよなら。